動画をご視聴いただきありがとうございます。今回からクルーデータドリルのバックオフィス編ということで新しく担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめにこのバックオフィス編全体を通したコンセプトをお話をさせていただきます。まずバックオフィス編を作成するにあたってこのドリルではクルーデータを使ったらこんなに難しい処理ができるとか複雑な計算ができるんだよということを見せるという意図ではございません。はい、バックオフィスの業務フローが円滑につながって流れていくようにどうやってクルーデータを活用していくか、業務フローのどこにクルーデータが活用できるかというのを考えるドリルにしていきます。ですので、クルーデータのフローそのものよりもアプリ構成だったりフィールド構成でフローの意図そのものに注目をしていただければと思います。でまた全てを自動化して完結しようという意図もありません。必要に応じて人の目で確認をしたり人の手で修正をするというところもあります。でそうすることでクルーデータのフロー自体はよりシンプルに設計をしたいと思っておりまして、ご覧いただいている方にこれならできそうだと思ってもらうということを目指しております。それでは早速今回なんですけれども、入金の消し込みフローの作成ということを解説していきます。既存のドリルには請求書のフローっていうのが豊富にあります。合計請求書だったり分割請求書だったり、これはバックオフィスとしてもありがたくとても参考にはなります。ですが一般的には請求の先には例えば入金の消し込みだったり債権の管理だったりでそこから会計の仕分けというふうにつながっていきます。でこの中の今現在のドリルにはこの売上の計上から請求の発行というところが揃っています。ただその先のフローに関してはドリルには存在してませんでした。ですので今回はその中でもこの入金の消し込みというところに注目をしてドリルを作成しました。で今回想定している入金消し込みの業務フローなんですけども、まずは金融機関から出力した入金の CSV ファイルを均等にインポートします。そしてインポートした入金データを入金管理アプリに転記。そしてその後請求管理アプリに入金消し込みフラグを立てるというふうな流れになっています。でポイントとしてはインポートをするときに取引先を特定し、その後入金管理アプリに転記する際に消し込み対象となる請求を特定する。そして特定した請求番号をもとに入金消し込みのフラグを立てるという流れになっています。フローの解説に入っていきたいと思います。まずは金融機関から入金の CSV ファイルを均等にインポートしていきます。金融機関によってフォーマットは違うと思いますので、今回は一例として参考にしていただければと思います。このような形で出力した CSV ファイルを均等にインポートしていきます。それではまずこのワンドライブに保存した銀行の取引データを均等にインポートするフローを実行します。均等に取り込む際に銀行の適用欄をキーに取引先を特定します。取引先を特定するキーになるのがこの銀行入金元名義マスターというものを作成しておりまして、この入金元の名義をキーに取引先を特定します。でこれを実行すると入金データアプリにデータが入ります。入金元名義アプリに登録されていないデータは、ここはちょっと手作業にはなるんですけれども、このフローは最初は入金元名義アプリにデータがあまり入っていないので紐づかない取引先というのが多いです。ですが紐づかなかったものはこの入金名義アプリにも登録されていきますので、新たにこれを入金元名義アプリを登録すると次回の入金のインポート時には紐づくことになりますので、運用を続けていくとどんどんとこの手作業が減っていく。で自動で入金データアプリから取引先が紐づくことになります。で入金データインポート用アプリにデータが入ったので、次は
このアプリから入金管理アプリに転送します。で、その際にこの請求管理アプリから消し込みの対象となる請求データを紐付けます。請求管理アプリのフィルターとして、入金ステータスが未入金のデータ、ここに入っていますけども、このデータを絞り込みます。そして未入金請求が複数ある場合もありますので、その重複の削除で取引先を照準にして、まず古い請求から紐づくようにしていきます。先ほど紐付けた取引先コードでアプリ結合をし、入金管理に転送をします。はい、これで入金管理アプリに転送ができました。で、今回は入金額と請求額が同じになりましたので、差額は出ていませんので、このまま入金管理とそれに対応する請求番号が紐づくことになりました。そして入金管理アプリに転送した後は、入金管理アプリから請求管理に消し込みをかけていきます。ここでキーになるのは、先ほど入金管理アプリで紐付けた請求番号と請求管理アプリの請求番号をアプリ結合で、左外部結合で結合し、そのまま紐付けて転記します。するとこれまで未入金だったステータスがこれで入金済みということになります。そしてまだ入金がないものは未入金というところでそのまま残っています。銀行の CSV データから請求管理アプリの入金を消し込むという流れになります。今回この入金消し込みフローというのをキントーンで行ったんですけれども、キントーンで行うメリットというのを最後にお話をしたいと思います。入金の消し込みっていうのは会計ソフトだったり販売管理ソフトでも自動で行うことができます。ですが今回キントーンであえて使いました。というのは、銀行振込であれば販売管理システムだったり会計システムで明細の取得をしてそのまま消し込むということが可能になります。ですが実際には銀行振込以外の入金というのもある会社さんも多いと思います。そういう場合は販売管理システムでは取得できないものというのがあると思います。例えば現金、ほとんどないと思いますけれども、現金での入金であったりとか、あとはもう小切手とかっていうのも昔よくありました。そういうものも一元して管理して消し込みできるようにキントーンで汎用的に入金を管理するというのが販売管理システムや会計システムではできない入金の消し込みということになります。請求額と入金額が同じであるということを想定してフローを組んでいました。実際には請求額と入金額がイコールでないという場合もあります。そういった場合に備えてまた別の動画で解説をしていきたいと思っております。この動画では今回はクルーデータを取り上げましたけれども、クルーシートやクルーダッシュボードについて解説した動画も上がっておりますのでご覧いただければと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。